こんにちは。今熊本港に来ています。今日は、これからカーフェリーに乗って、島原半島、長崎県の島原に行きます。旅の目的は雲仙普賢岳。約30年前に大噴火を起こして噴火災害が起きた雲仙普賢岳の今の姿というのをたどっていきたいと思っています。実際来てみると分かる。近すぎるわ。おそらくあそこだと思うんだよな。やってきました。今回乗るフェリーは九湘フェリーに乗ります。30分で着く高速船オーシャンアローとこの九湘フェリーの2つです。60分で島原に着く九湘フェリー。まあそんなに急ぐ旅じゃないしね。車を積み込んだらすぐ出港となりました。いよいよ島原へと向かいます。今回島原に行こうと思ったのは、最近自然災害がいろいろ起きている中で30年後の復興ってどんな風になっているんだろうと興味を持ったのがきっかけです。島原に向かっているとカモメがやってきました。いいですよね。こういうのを見ていると旅してるっていう気分になりますよね。実際に乗ってみると60分って言ってもあっという間。オーシャンアローはもう熊本に向かってますね。早いな。雲仙普賢岳が見えてきました。いよいよ島原に到着しそうです。船内のアナウンスがあり、いよいよ島原港に到着です。島原港に到着しました。今日の天気はちょっと曇りなので少し肌寒いかな。九州長崎県にある島原市は人口4万2000人の町です。海の眺めと山の眺めを楽しめる年間観光客が18万人を超える魅力的な町です。1990年から噴火した雲仙普賢岳、平成新山。その後火砕流や土石流により多くの地域が被災しました。この水無川を下ってくる形で火砕流や土石流が周辺地域に大きな被害を与えました。あれから計7つの鉄橋などが整備され市民の生活を支えています。まずは島原にある道の駅ひまわりに行ってみることにしました。ここは2023年にオープンしたまだ新しい道の駅です。ここは海外の観光客も結構いるな。旅の雰囲気を出すためにまずは地元の美味しいものを食いたいな。調べてみると雲仙の老舗ホテル雲仙観光ホテルなどで腕を振るってきた料理長が提供しているレストランだそうだ。これは期待が高まる。団体のお客さんにも対応できる広い店内。せっかくだからと頼んでみたのは雲仙和牛焼肉膳だ。見た目からして絶対に美味しそうだ。早速
速焼肉膳いただいてみたいと思います。うまい。ちょっと甘いタレが肉と野菜に絡みついて非常に美味しい。ご飯との相性もバッチリだ。島原のように火山と共に暮らしてきた地域はその肥沃な大地の恩恵を受けるという話を聞いたことがある。もう野菜からして全然うまいんだよな。ゆっくり食べようと思ったんだが箸を止めるのを許さない。一気に食べてしまった。まあ美味しゅうございました。すいません。これ流してもらえるんですか？趣味でこう旅を動画撮りながらやってる。いいですか？YouTuberさんかな。タイの方なんか YouTuber さん。海外の方が。そうなんですね。血が流れるのかな。ありがとうございます。すみません。ごちそうさまでした。ありがとうございました。道の駅ひまわりに来た理由にはもう一つある。土石流被災家屋保存公園がある。この公園では1992年8月8日から14日の土石流により被災した家屋を保存展示してある。雲仙普賢岳の噴火が始まってから5年間、島原では38回の土石流と7回の大火砕流が起きた。幸い住民は避難をしていたので人的被害はなかったということなの。被災した住民はどれだけ絶望を感じただろう。あれから30年経ち、街がきれいに整備されていく中で、ここが被災地だったという記録。どうしても雲仙普賢岳というと火砕流のことが取り上げがちだが、こういった土石流災害があったことも忘れてはいけない。日本の災害史上例のない長期災害となった雲仙普賢岳噴火。この土石流災害だけでも1692棟が被害に遭っています。約30年経った今でもそのままの姿で教えてくれる土石流被災家屋保存公園。写真や映像では伝えきれないリアルな現実を見ることができます。そしてこれからいよいよ火砕流の被害を受けた地域へ行きたいと思います。雲仙普賢岳の溶岩ドームから約4キロの地点に国土交通省の大野小場監視所があります。溶岩ドームは規模の大きな地震が発生した場合、大規模な崩落を起こす危険性が残っているため、国土交通省がここで計測・観測を行っています。地図を見てみると、火砕流で43名の方が亡くなった定点と言われる地点と非常に近いことがよくわかります。実際来てみるとわかる。すごいこの距離感に驚いてるんだけどな。近すぎるわ。そこで監視所の展望台から望遠レンズで定点を見てみることにしました。あそこの位置が災害記念碑があるってことは、あそこがいわゆる実際に定点と言われるところですね。43人の方が亡くなられたということで、すごく
有名な場所にはなるんですが、一般の方は今行けないということで、実際見てみると本当にちょっとね、考えられないぐらいの近さなのかな。こうずーっと下ろしていく。大体この距離感なんだよね。これはどう考えても助からないよね。なんでそこまで無茶しちゃったんだろう。そして監視所の隣にあるのが火砕流で被災した大野小小学校だ。1991年6月3日、火砕流が発生した時、まだここには生徒と先生がいました。しかし火砕流は裏の川に沿って流れたため避難ができたそうです。しかし3ヶ月後の9月15日に発生した火砕流は小学校の校舎を直撃し、周辺の家屋も焼失しました。30年経った今でも火砕流の恐ろしさを伝えてくれる貴重な震災遺構です。校庭にあるイチョウの木は火砕流で焼けてしまいましたが、翌年には生き返ったそうです。復興によって町が整備され、30年経った今、当時の状況を知ることが難しくなっていきます。その中でこのような震災遺構は私たちに感じること、知ることの機会を残してくれています。監視所の向かいにある資料館にも足を運んでみました。僕も4月からここで働き始めたばっかりなんで、あ、そうなんですか。ちょっとうまくできるかわかんないですけど、今自分たちがいるのはこれのこの辺りになります。この辺りになるんですね。はい。ああ。で、この車とかもその砂嵐がすごい高温で、その火砕流じゃなくてその後の砂嵐のところでこんだけ焼けたってことですか。ですね。そうなんだ。もう誰々さんのとかも分かんない状態よって感じですよね。ここにここまで行っちゃうと。実際ですよ、これあった後に生まれたんですよね。はい。後聞きでどういうイメージ持ちました？現実感なかったですか？ですね。うちでそんなことあったのぐらいな感じ。はい。ああ、そこは今その23でもうだいぶ経った後、じゃあそれで今実際勉強してみてどうです？ 100年とか200年とかの周期で噴火するって言われたらやっぱり伝承とか伝えていくのも忘れずに伝えていくっていうのもやっぱり大変になってくるかなと思うので、半分もう語り部活動に近い活動をされてるわけじゃないですか。こう勉強して体験したことはないけれども、この地元で何があったかというのを伝えるためにみたいな活動なんじゃないですか。このマグマだまりとか噴火の仕組みとかそういうのを調べるのも結構楽しいですし、地元どういう風になっていってくれたら嬉しいですか？やっぱりもっと人が増えていったらなと思いますね。なんか団体さんとかも来るような体制で準備するんですよね、きっと。今月働き始めたばかりで。もうピッカピカやったんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。その後、島原眉山ロードを通り垂木台地へ行ってみることにしました。火砕流によって焼け野原となったのですが、自然が多く戻ってきている印象があります。いやー、これは近いな。ここにあるのが平成新山ネイチャーセンター。噴火災害やその後の自然環境を直接観察できる学習施設です。198年ぶりに普賢岳
樹木跡火口と九十九島火口で噴火が始まりました。千本木地区にも大きな被害が出ました。さまざまな場所を見てきた後だったので、展示物にとても興味が湧く。最後に災害復興事業感謝の日に訪れた。ここは街並みと有明海の眺望がとてもいい。なんかこの風景に癒されてしまいました。そろそろいい時間になってきたので、本屋の宿に向かうとします。本屋の宿は島原白山ホテル。朝食付きで300円プラスというのがとても嬉しいです。なんか広いぞ。部屋の鍵で電源を入れる。これは初めてのパターンだ。それじゃ明かりがつくんだ。こちらはどうかな。トイレとバスルームが一緒になっている。まあこれはいいよね。ウォシュレットはリモコン式。これは面白い。ひとまず明日に備えてデータのバックアップとバッテリーの充電をしておこう。その間にせっかくだから島原のお店を味わってみるとしよう。まず行ってみたのが Google マップで 4.6 の評価がついていた居酒屋味心。地元に愛されている居酒屋だ。まずは自分をねぎらってビールを一杯。しみる。お通しで出されたキャベツがめちゃくちゃうまい。シャキシャキ感があってこれはポテンシャル高いだろう。かなりお腹が空いてたのでひとまず焼き鳥を注文した。美味しい。サクッと食べてビールで流し込む。最高の組み合わせだな。メニューで気になったのでさえずりを頼んでみた。さえずりとはクジラの下の部分だ。食べてみるとあっさりとした中に甘みを感じる印象。初めて食べる味だ。長崎はクジラを食べる文化があるらしい。これは知らなかった。じゃあすいません、どうもごちそうさまでした。ありがとうございました。もっと楽しもうかと思ったが、せっかくだからもう一軒ぐらい行ってみようかと思って行ってみることにした。いかにも地元のお店といった感じの居酒屋永田だ。お願いします。ひとまずハイボールで喉を潤す。うまい。さて何を食ってみるかな。注文したものを待ちながら喉を潤す。やってきたのが炙りこち刺し。マゴチと言われる魚で高級魚だそうだ。初めて味わうマゴチ、楽しみだ。九州ならではの甘い醤油につけていただいてみる。初体験いただきます。あっさりとした味わいと歯ごたえがすごく特徴がある。風味もよく感じられて、これは初めて食べるような味だ。ちょっと面白いような出会いをしたなぁと思いながら味わった。嬉しかったのでイカの刺身も注文してみた。
分厚く切られているので食感が楽しめそうだ。イカの刺身の食感と甘みを味わいながら酒を飲む。とても幸せな時間を過ごせる。こんな時間が過ごせて幸せだなと思いながら味わわせていただきました。島原の夜を少しでも楽しめた夜になりました。おはようございます。2日目の朝になりました。今日は天気が良さそうです。ホテルの朝食をいただきたいと思います。今日は島原港から出るフェリーで夕方に戻るので時間はゆっくりとあります。まずは昨日休館日で行けなかったガマダスドームに行って島原の街をちょっと散策したいなと思っております。朝食も済ませいよいよ出発です。天気もよく山に雲がかかっていません。さていよいよ出発です。海の眺めが楽しめるガマダスロードを抜けやってきたのが雲仙岳災害記念館ガマダスドームです。今日は天気もいいので平成新山の眺めも良い。ガマダスドームは平成噴火を記憶しておくために2002年に建てられた雲仙岳災害記念館です。中に入ると常設の展示に加え子どもが学べる体験型キッズスペースもあり非常に過ごしやすい空間を作っています。常設展示コーナーでは雲仙普賢岳噴火で実際に被災した実物などを展示してあり見ることができます。プロジェクションマッピングを使って火砕流や土石流がどれくらい町に被害を与えたのかを見せてくれたり時速100キロで流れ下る火砕流の速さを体感することができます。焼き尽くされた風景と名付けられたエリアには当時の被災地の状況を再現し被災したカメラなど展示が行われています。生々しい展示の数々にいかに災害が恐ろしいものかを教えてくれます。30年経った今でも当時の状況を教えてくれる展示の数々に自然災害の脅威とは何なのかを教えてくれた気がしました。この家にもかなりの土砂が流れ込んでおります。そして噴火の歴史、当時の様子、火山との共生をテーマにした大噴火シアター。ガマダスドームの展示はかわいそうだけでは済まさない火山と共に生きていくという強いメッセージを教えてくれた気がしました。ガマダスドームを出た後、当時自衛隊の救援部隊のヘリコプターと装甲車両が展示されているということで行ってみました。43名の犠牲者が出たあの日に救援活動を行った自衛隊機は今でも雲仙普賢岳の方向を向いています。そしてすぐそばにあるのが消防殉職者の碑だ。雲仙普賢岳の噴火の際には
地域防災のために監視活動や住民の避難誘導等に当たっていた消防団員12名が殉職された。防げたはずの被害だった。この思いを持ち帰りたいと思う。もっと島原の魅力を知りたいと思って島原城へやってきました。島原城はキリシタン弾圧、島原の乱など多くの歴史を持つお城です。明治時代に一度廃城されましたが、昭和の時代に復元されました。島原城内には各種資料を展示してあり、潜伏キリシタンの歴史や島原の歴史を知ることができます。展示されている資料を見ると、島原は江戸時代徳川家の源流となった松平家が統治していた時代が長く、豪華な展示物を見ることができます。最上階にある展望所までやってきました。ここでは島原の街並みや海の向こうの熊本の山々を見ることができます。島原城を見学してちょうどお昼になりました。そろそろ郷土料理を味わってみたいと思います。そばにある売店で見た時に気になったので注文してみたのが六兵衛。江戸時代から伝わる郷土料理で、さつまいもから作った粉をこねてうどん状にしてつゆに入れた料理だ。考案した人が六兵衛さんだったことから名前がついたらしい。食べてみると表面はツルツルで中はもっちりとした麺。確かにさつまいもの甘みも感じる。一気にいただきました。大変美味しゅうございました。春の陽気を感じる島原城でゆっくり過ごさせていただきました。近くに武家屋敷通りがあるそうなので行ってみることにしましょう。島原城のすぐそばにある武家屋敷通り。島原城が築城された時、住宅団地として整備されました。現在この武家屋敷通りには昔のまま残された3つの武家屋敷を見学することができます。かつて勝海舟と坂本龍馬が長崎へ向かう際に訪れた島原。2人にはこの島原の町がどのように映っていたんでしょうか。当時は700軒ほどあった島原の武家屋敷。こうして見てみると質素ながらも大事に扱われていたんだなということがよくわかります。通りの真ん中を抜ける水路の水の音がとても風情があり、
穏やかな気持ちで散策することができます。島原に来た際にはぜひ訪れてほしい場所です。そろそろ熊本行きのフェリーの時間となり、島原を離れることになりました。あっという間の島原の旅でしたが、さまざまな思いを感じることができ、知ることができた旅だったなと思います。多くの歴史を持つ島原、また違う形で訪れたいなと思いました。次はどこ行こうかな。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうございました。